春日部紬のゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部紬です。前回のジップラインの応用で、スプラインを使って曲線を描いているはしご、ラダーを登ってみようと思います。スプライン使って曲がってるはしご、ラダー登ってみた。早速作ってみましょう。1、プレイヤー判定用 BPI の作成。プレイヤー判定で使うブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BPI ラダープレイヤーにします。ファイルを開きます。関数、新規関数を BPIF ラダープレイヤーにします。アウトプットのプラスをクリックして、変数を追加します。変数名 is プレイヤー、ブーリアン型にします。コンパイルして保存します。BPI ラダープレイヤーを操作キャラクターに実装します。BP サードパーソンキャラクターを作業フォルダにコピーします。名前を BP ラダーキャラクターにします。デフォルトコーンクラスに BP ラダーキャラクターを指定します。BP ラダーキャラクターファイルを開きます。クラス設定、実装インターフェース、追加のプルダウンメニューより BPI ラダープレイヤーを追加します。マイブループリントパネル、インターフェースに作成した関数 BPIF is プレイヤーが追加されます。関数 BPIF is プレイヤーをダブルクリックして開きます。is プレイヤーコントロールドノードを配置します。リターンノードの is プレイヤーピンにつなぎます。コンパイルして保存します。2、ラダー用アクターの作成。ラダー用のアクターを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BP ラダーにします。ファイルを開きます。ビューポートに移動します。コンポーネントパネルのプラス追加より、スプラインコンポーネントを追加します。スプラインコンポーネントを選択します。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をスタートコリジョンにします。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを 150.0、64.0、32.0 にします。線の太さを 5.0 にします。ハイデンインゲームを一旦無効にします。スプラインコンポーネントを選択します。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をエンドコリジョンにします。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを 150.0、64.0、32.0 にします。線の太さを 5.0 にします。ハイデンインゲームを一旦無効にします。ラダーの向きがわかるようにアローコンポーネントを追加します。セルフを選択します。コンポーネントパネルのプラス追加よりアローコンポーネントを追加します。詳細パネル、トランスフォーム、回転を X-90 度、Z90 度にします。一旦コンパイルして保存します。3、スプラインポイントとエンドコリジョンの連携。スプラインポイントを伸ばすと、エンドコリジョンもそれに伴って移動するようにします。コンストラクションスクリプトに移動します。コンポーネントパネルより、エンドコリジョンを配置します。エンドコリジョンより、セットワールドトランスフォームノードを配置します。コンストラクションスクリプトにつなぎます。ニュートランスフォームを右クリックして、構造体ピンを分割します。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットトランスフォームアットディスタンスアロングスプラインノードを配置します。ゲットトランスフォームアットディスタンスアロングスプラインノードは、スプラインに長さを与えると、スプライン上のその点に対応するトランスフォームを返します。スプラインコンポーネントより、ゲットスプラインレンクスノードを配置します。ゲットスプラインレンクスノードは、スプラインの長さを取得します。ディスタンスピンにつなぎます。ワールドでの位置を取得したいので、コーディネートスペースをワールドにします。リターンバリューを右クリックして、構造体ピンを分割します。リターンバリューロケーションをニュートランスフォームロケーションにつなぎます。リターンバリューローテーションをニュートランスフォームローテーションにつなぎます。コンパイルして保存します。BP ラダーをレベルに配置します。Y、90度、Z、90度にして縦向けにします。スプラインポイントを上に伸ばして設置します。エンドコリジョンが最後のスプラインポイントに移動しましたね。4、スタートコリジョン。
タートコリジョン側の処理を作成します。BT ラダーを開きます。イベントグラフに移動します。コンポーネントパネルのスタートコリジョンを選択します。右クリック、イベントを追加。オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。イベントグラフにオンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。コリジョンにオーバーラップしたのがプレイヤーかどうかを判定します。アザーアクターピンを右クリックして変数へ昇格します。出力ピンより BTIF ラダープレイヤー、メッセージノードを配置します。イズプレイヤーピンよりブランチノードを配置します。ラダーを使用中かどうかを判定します。ブランチノードでの判定が重なるので、AND ノードを使います。イズプレイヤーピンよりAND ブーリアンノードを配置します。ブランチノードのコンディションにつなぎます。変数ランニングラダー、ブーリアン型を作成します。変数ランニングラダー、ブーリアン型は現在ラダーを使用しているかどうかです。変数ランニングラダー、ゲットノードを配置します。変数ランニングラダー、ゲットノードより Not ブーリアンノードを配置します。AND ブーリアンノードにつなぎます。ラダーを実行していなければ True に処理が流れます。ラダーを実行していれば False に処理が流れます。一旦コンパイルして保存します。BTI 関数ランニングラダープロセスの作成。ラダープロセスを実行させるためにラダーの使用状態を操作キャラクターに知らせる BTI 関数を作成します。BTI ラダープレイヤーを開きます。プラス追加より新規関数を追加します。名前を BTIF ランニングラダープロセスにします。インプットのプラスをクリックして変数を追加します。変数ラダー、アクタ参照型にします。もう一つ、インプットのプラスをクリックして変数を追加します。変数ランニングラダー、ブーリアン型にします。コンパイルして保存します。ラダーの使用状態を操作キャラクターに送付します。BT ラダーを開きます。変数ランニングラダー、セットノードを配置します。True にしてラダー使用状態にします。ブランチノードの True につなぎます。リターンバリューピンより BTIF ランニングラダープロセス、メッセージノードを配置します。アザーアクタ、ゲットノードを配置します。ターゲットピンにつなぎます。ラダーピンにセルフをつなぎます。コンパイルして保存します。操作キャラクターに BTIF ランニングラダープロセスを実装します。BT ラダーキャラクターを開きます。インターフェース BTIF ランニングラダープロセスを右クリックしてイベントを実装します。イベントグラフにイベント BTIF ランニングラダープロセスノードが配置されます。ラダーピンを右クリックして変数へ昇格します。ランニングラダーピンを右クリックして変数へ昇格します。変数ラダー、セットノードにつなぎます。リターンバリューよりブランチノードをつなぎます。ラダープロセスを実行していれば True に処理が流れます。ラダープロセスを実行していなければ False に処理が流れます。コンパイルして保存します。6. エンドコリジョン。エンドコリジョン側の処理を作成します。BT ラダーを開きます。コンポーネントパネルのエンドコリジョンを選択します。右クリック、イベントを追加。オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。イベントグラフにオンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。プレイヤー判定、ラダー状態判定、ラダー実行処理へ送付は同じなので、コピーして貼り付けます。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。コンパイルして保存します。7. キャラクタームーブメント。ラダー使用状態時のキャラクタームーブメントを指定します。BT ラダーキャラクターを開きます。ラダーを登っている最中は飛行状態にします。コンポーネントパネルよりキャラクタームーブメントを配置します。キャラクタームーブメントよりセットムーブメントモードノードを配置します。ブランチノードの True につなぎます。ニュームーブメントモードをフライングにします。フライング中はふらつくのでキャラクタームーブメントを停止します。コンポーネントパネルよりキャラクタームーブメントを配置します。キャラクタームーブメントよりストップムーブメントイミーディアトリノードを配置します。セットムーブメントモードノードにつなぎます。ラダーから降りると地上で歩行状態にします。コンポーネントパネルよりキャラクタームーブメントを配置します。キャラクタームーブメントより
セットムーブメントモードノードを配置します。ブランチノードのフォールズにつなぎます。ニュームーブメントモードをウォーキングにします。8、ラダームブインプット。上り下りするために、インプットアクション IA ムーブノードを使います。キャラクターを前進させると上り、後進させると下がるようにします。フォワードバックワードにつながっているアクションバリュー Y を一旦切断します。アクションバリュー Y を右クリックして、変数へ昇格します。切断した線をつなぎます。トリガードピンにつなぎます。ラダープロセスを実行中かどうかを判断します。変数ランニングラダー。ゲットノードを配置します。変数ランニングラダー。ゲットノードより、ブランチノードを配置します。アクションバリュー Y、セットノードにつなぎます。ラダープロセスが実行中ならトゥルーへ処理が流れます。ラダープロセスが実行中でないならフォールズへ処理が流れます。フォールズに既存の処理をつなぎます。9、上り下り操作。上り下りを操作する処理を作成します。カスタムイベント EV ラダームーブを作成します。ラダームーブインプットのブランチノードのトゥルーにカスタムイベント EV ラダームーブをつなぎます。アクションバリュー Y についてどういった反応をするのか見てみます。プリントストリングノードをアクションバリュー Y につなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。前進すれば 1.0 を出力します。後進すればマイナス 1.0 を出力します。左右は 0.0 ですね。これを使ってラダーをどこまで登ったのかを表現するために上り下りレートを作成します。BT ラダーキャラクターを開きます。プリントストリングノードは不要なので削除します。前進または後進するとレートが増減するようにします。変数レート、フロート型を作成します。変数レート、フロート型は上り下りレートです。変数レート、セットノードを配置します。カスタムイベント EV ラダームーブにつなぎます。変数レート、ゲットノードを配置します。変数レート、ゲットノードよりアドノードを配置します。変数レート、セットノードにつなぎます。変数アクションバリュー Y、ゲットノードを配置します。ラダーのスタート位置が0と0で、エンド位置が0と1になるようにしたいので、変数アクションバリュー Y、ゲットノードよりマルチプライノードを配置します。アドノードにつなぎます。ディバイドノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。上のピンに 1.0 と記入します。下のピンに100と記入します。数字を大きくすれば移動が遅くなり、小さくすれば移動が速くなります。前進すればレートが 0.01 ずつ増え続けます。更新すればレートがマイナス 0.01 ずつ減り続けます。コンパイルして保存します。レートを使ってスプライン上のキャラクターの位置を指定するために、レートを BT ラダーに送るブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース、名前を BTI ラダーにします。ファイルを開きます。関数、新規関数を BPIF キャラクターオンラダーにします。インプットのプラスをクリックして変数を追加します。変数名レート、フロート型にします。コンパイルして保存します。レートを操作キャラクターから BT ラダーへ送ります。BT ラダーキャラクターを開きます。変数ラダー、ゲットノードを配置します。変数ラダー、ゲットノードより BPIF キャラクターオンラダー、メッセージノードを配置します。変数レート、セットノードにつなぎます。変数レート、ゲットノードを配置します。レートピンにつなぎます。コンパイルして保存します。10、ラダー上のキャラクター、レートを使ってスプライン上のキャラクターの位置を指定します。BT ラダーを開きます。BTI ラダーを実装します。クラス設定、実装インターフェース、追加のプルダウンメニューより BTI ラダーを追加します。マイブループリントパネル、インターフェースに作成した関数 BPIF キャラクターオンラダーが追加されます。関数 BPIF キャラクターオンラダーを右クリックしてイベントを実装します。イベントグラフにイベント BPIF キャラクターオンラダーノードが配置されます。レートピンを右クリックして
変数へ昇格します。キャラクターの移動にはセットアクタートランスフォームノードを使います。変数技アクター、ゲットノードを配置します。変数技アクター、ゲットノードより、セットアクタートランスフォームノードを配置します。スプライン上のキャラクター位置を取得します。スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットロケーションアットディスタンスアロングスプラインノードを配置します。ゲットロケーションアットディスタンスアロングスプラインノードは、距離、ディスタンスによるスプライン上の位置を返します。ディスタンスピンを右クリックして、変数へ昇格します。レベル上の位置を取得したいので、コーディネートスペースをワールドにします。セットアクタートランスフォームノードのニュートランスフォームピンを右クリックして、構造体ピンを分割します。リターンバリューをニュートランスフォームロケーションにつなぎます。キャラクターの高さを調整します。変数技アクター、ゲットノードを配置します。変数技アクター、ゲットノードより、ゲットアクターアップベクターノードを配置します。リターンバリューより、マルチプライノードを配置します。下のピンをフロートにします。マイナス 120.0 と記入します。この値は使用するアニメーションにより異なります。今回は事前調整済みの値です。ゲットロケーションアットディスタンスアロングスプラインノードのリターンバリューより、アドノードを配置します。マルチプライノードをつなぎます。セットアクタートランスフォームノードのニュートランスフォームロケーションにつなぎます。スプライン上の距離を取得します。変数ディスタンス、セットノードを配置します。変数レート、セットノードにつなぎます。スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットスプラインレンクスノードを配置します。ゲットスプラインレンクスノードは、スプラインの長さを返します。ゲットスプラインレンクスノードより、マルチプライノードを配置します。下のピンを変数レート、セットノードにつなぎます。マルチプライノードを変数ディスタンス、セットノードにつなぎます。上り下りレートに対してスプライン上の距離を取得します。レート0であれば、スプラインの長さが0なので、ラダーのスタート位置です。レート1であれば、スプラインの長さがそのものなので、ラダーのエンド位置です。キャラクターの向きをスプラインに合わせます。ゲットロケーションアットディスタンスアロングスプラインノードのニュートランスフォームローテーションを右クリックして、変数へ昇格します。名前をムーブローテーションにします。変数ムーブローテーション、セットノードを配置します。変数ディスタンス、セットノードにつなぎます。後ろはセットアクタートランスフォームノードをつなぎます。キャラクターの向きをスプラインの向きに合わせます。スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットローテーションアットディスタンスアロングスプラインノードを配置します。ゲットローテーションアットディスタンスアロングスプラインノードは、スプラインに沿った距離での回転を取得します。変数ディスタンス、ゲットノードを配置します。ディスタンスピンにつなぎます。レベル上のスプラインの向きにしたいので、コーディネートスペースをワールドにします。コンバインローターズノードを配置します。コンバインローターズノードは、2つの回転を組み合わせて、最初に A を次に B を適用して結果の回転を取得します。A ピンを X-90、Y0.0、Z90 にします。B ピンに、ゲットローテーションアットディスタンスアロングスプラインノードをつなぎます。変数ムーブローテーション、セットノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。前進、後進の入力で上下に動きましたね。11、到達処理。ラダーの端に到達した時の処理を記述します。BT ラダーを開きます。カスタムイベント EV アライブを作成します。キャラクターの移動の後ろに、カスタムイベント EV アライブをつなぎます。エンドコリジョンに到達したかどうかを判定します。ラダーのスタート位置が0と0で、エンド位置が0と1なので、変数レート、ゲットノードを配置します。変数レート、ゲットノードより、グレーターノードを配置します。エンド位置は0と1なので、下のピンに 1.0 を記入します。
グレーターノードより、ブランチノードを配置します。カスタムイベント EV やライブにつなぎます。レートが 1.0 より大きければ、トゥルーに処理が流れます。レートが 1.0 より小さければ、フォールズに処理が流れます。レートが 1.0 より大きければ、エンドコリジョンに到達したと判断します。ラダーを未使用状態にして、キャラクターのラダーステータスを更新します。変数ランニングラダー、セットノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。フォールズにして、ラダー使用状態を未使用にします。変数アザーアクター、ゲットノードを配置します。変数アザーアクター、ゲットノードより、DPIF ランニングラダープロセス、メッセージノードを配置します。変数ランニングラダー、セットノードにつなぎます。ランニングラダーピンをつなぎます。スタートコリジョンに到達したかどうかを判定します。ラダーのスタート位置が0と0で、エンド位置が0と1なので、変数0と、ゲットノードを配置します。変数0と、ゲットノードより、レスノードを配置します。スタート位置は0と0なので、下のピンに 0.0 を記入します。レスノードより、ブランチノードを配置します。エンド到達判定のブランチノードのフォールズにつなぎます。レートが 0.0 より小さければ、トゥルーに処理が流れます。レートが 0.0 より大きければ、フォールズに処理が流れます。スタート位置で降りる処理は、エンド位置で降りる処理と同じなのでコピーして貼り付けます。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ラダーから降りれるようになりましたね。12、初期レート値。エンドに到達してラダーから降りた後、レートが 1.0 のままなので、スタートコリジョンに侵入した時、エンドコリジョンに瞬間移動してしまいます。コリジョン侵入時のレートの初期値を設定します。BT ラダーを開きます。スタートとエンドのオンコンポーネントビギンオーバーラップに追加します。ラダー状態判定と、ラダー実行処理へ送付の間に設定します。変数イニシャルレート、フロート型を追加します。変数イニシャルレート、フロート型は、レートの初期値です。変数イニシャルレート、セットノードを配置します。ラダー状態判定と、ラダー実行処理へ送付につなぎます。スタート側は 0.1 にします。変数イニシャルレート、セットノードを配置します。ラダー状態判定と、ラダー実行処理へ送付につなぎます。エンド側は 0.9 にします。コンパイルして保存します。DPI ラダープレイヤーの DPI 関数ランニングラダープロセスに変数を追加します。DPI ラダープレイヤーを開きます。DPIF ランニングラダープロセスを選択します。インプットのプラスをクリックして、変数イニシャルレート、フロート型を追加します。順番を変数ランニングラダーの上に持っていきます。コンパイルして保存します。DT ラダーを開きます。ラダー実行処理へ送付の DPIF ランニングラダープロセス、メッセージノードに、イニシャルレートピンが追加されています。変数イニシャルレート、ゲットノードを配置します。イニシャルレートピンにつなぎます。変数イニシャルレート、ゲットノードを配置します。イニシャルレートピンにつなぎます。コンパイルして保存します。ラダーステータスにイニシャルレートを追加します。BT ラダーキャラクターを開きます。イベント BPIF ランニングラダープロセスノードに、イニシャルレートピンが追加されています。イニシャルレートピンを右クリックして、変数へ昇格します。上り処理時のレートにイニシャルレートを設定します。ブランチノードのトゥルーの後に設定します。変数レート、セットノードを配置します。変数イニシャルレート、ゲットノードを配置します。変数レート、セットノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。エンド側に到達した後でも、スタート側から登ることができましたね。13、エンド側到達処理。スタート側に到達したときは、そのまま下に降りるだけですが、エンド側はラダ
ダーの向こう側に移動する必要があります。BT ラダーキャラクターを開きます。ランニングラダープロセスに処理を追加します。ラダーから降りる時の処理なので、ディセンディングプロセス、降りる処理にシークエンスノードを配置します。エンド側に到達したかどうかを判断します。変数レート、ゲットノードを配置します。変数レート、ゲットノードより、グレーターノードを配置します。エンド位置は0と1なので、下のピンに 1.0 を記入します。グレーターノードより、ブランチノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。登頂時の位置を指定します。セットアクターロケーションノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。ターゲットにセルフをつなぎます。登頂時の位置を調整します。ゲットアクターロケーションノードを配置します。ターゲットにセルフをつなぎます。リターンバリューよりアドノードを配置します。セルフよりゲットアクターフォワードベクターノードを配置します。リターンバリューよりマルチプライノードを配置します。下のピンをフロートにします。マイナス150と記入します。アドノードにつなぎます。高さを調整します。アドノードよりアドノードを配置します。Z50.0 と記入します。ゲットアクターロケーションノードのニューロケーションにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。登頂できましたね。14、ラダープレイレート。ラダー上の移動速度を BT ラダー側で設定できるようにします。BTI ラダープレイヤーの BTI 関数ランニングラダープロセスに変数ラダープレイレートを追加します。BTI ラダープレイヤーを開きます。BTIF ランニングラダープロセスを選択します。インプットのプラスをクリックして、変数ラダープレイレート、フロート型を追加します。順番を変数ランニングラダーの上に持っていきます。コンパイルして保存します。BT ラダーを開きます。BTIF ランニングラダープロセス、メッセージノードに、ラダープレイレートピンが追加されています。ラダープレイレートを右クリックして、変数へ昇格します。一旦コンパイルします。詳細パネル、デフォルト値を100にします。インスタンス編集可能を有効にします。変数ラダープレイレート、ゲットノードを配置します。ラダープレイレートピンにつなぎます。コンパイルして保存します。初期値にラダープレイレートを追加します。BT ラダーキャラクターを開きます。イベント BTIF ランニングラダープロセスノードにラダープレイレートピンが追加されています。ラダープレイレートピンを右クリックして変数へ昇格します。上り下りレートに変数ラダープレイレートを追加します。変数ラダープレイレート、ゲットノードを配置します。100で割っているピンにつなぎます。ラダープレイレートは割っている数字なので0以下にならないようにします。カスタムイベント EV ラダームーブのすぐ後に追加します。変数ラダープレイレート、ゲットノードを配置します。グレーターノードを配置します。下のピンに 0.0 と記入します。グレーターノードよりブランチノードを配置します。カスタムイベント EV ラダームーブにつなぎます。ブランチノードのトゥルーを上り下りレートにつなぎます。0.0 以下のラダープレイレートを100にします。変数ラダープレイレート、セットノードを配置します。100.0 と記入します。ブランチノードのフォールズにつなぎます。後ろは上り下りレートにつなぎます。コンパイルして保存します。レベル上の BT ラダーを選択します。詳細パネル、デフォルト、ラダープレイレートで値を設定して移動速度が変更できます。20.0 にして早く移動するようにします。起動してみましょう。移動が速くなりましたね。15、アニメーションの実装。ラダーに登るアニメーションを実装します。使用するアニメーションシーケンスは、事前にミクサモよりアニメーションをダウンロードしています。ラダーで検索したクライミングラダーをダウンロードしたものです。アニメーションシーケンスを開きます。アセット詳細、ルートモーション、フォースルートルックを有効にします。保存して閉じます。アニメーションブループリントを今回用に作成します。既存のものはあまりいじくりたくないので複製して差し替えます。
ADT マニーを作業フォルダに複製します。名前を ADT ラダーにします。ADT ラダーを操作キャラクターに適用します。DT ラダーキャラクターを開きます。詳細パネル、アニメーション、アニムクラスを ADT ラダーに差し替えます。コンパイルして保存します。アニム BT にラダー使用状態を通知する BTI を作成します。アニム BT で使うブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BTI ラダーアニムにします。ファイルを開きます。関数、新規関数を BTIF ランニングラダーアニムにします。インプットのプラスをクリックして変数を追加します。変数名ランニングラダー、ブーリアン型にします。コンパイルして保存します。上り処理時に、ラダー用のアニメーションに切り替えるために、アニム BT にラダー使用状態を通知します。BT ラダーキャラクターを開きます。上り処理に追加します。コンポーネントパネルより、メッシュを配置します。メッシュより、ゲットアニムインスタンスノードを配置します。ゲットアニムインスタンスノードより、BTIF ランニングラダーアニム、メッセージノードを配置します。飛行とムーブメントの停止につなぎます。変数ランニングラダー、ゲットノードを配置します。ランニングラダーピンにつなぎます。ラダーから降りる処理時に、アイドル用のアニメーションに切り替えるために、アニム BT にラダー未使用状態を通知します。上りアニメーション切り替えと同じなのでコピーして貼り付けます。着地ムーブメントにつなぎます。コンパイルして保存します。BTI ラダーアニムを ADT ラダーに実装します。ADT ラダーを開きます。クラス設定、実装インターフェース、追加のプルダウンメニューより、BTI ラダーアニムを追加します。マイブループリントパネル、インターフェースに、作成した関数 BTIF ランニングラダーアニムが追加されます。関数 BTIF ランニングラダーアニムを右クリックして、イベントを実装します。イベントグラフに、イベント BTIF ランニングラダーアニムノードが配置されます。ランニングラダーピンを右クリックして、変数へ昇格します。ラダー用のステートを実装します。アニムグラフに移動します。ロコモーションをダブルクリックして、開きます。アイドルにラダー用のステートをつなぎます。まず、ラダー上で停止している時のステートをつなぎます。右クリック、ステートを追加。名前をオンラダーにします。オンラダーの縁をドラッグして、アイドルの縁でドロップします。アイドルの縁をドラッグして、オンラダーの縁でドロップします。次にラダー上で動いている時のステートをつなぎます。右クリック、ステートを追加。名前をクライミングラダーにします。クライミングラダーの縁をドラッグして、オンラダーの縁でドロップします。オンラダーの縁をドラッグして、クライミングラダーの縁でドロップします。クライミングラダーの縁をドラッグして、アイドルの縁でドロップします。アニメーションが切り替わる条件を設定します。設定箇所は5箇所あります。アイドル、オンラダーをダブルクリックして開きます。ラダーが使用状態であれば、切り替わるようにします。変数ランニングラダー、ゲットノードを配置します。変数ランニングラダー、ゲットノードより、イコールノードを配置します。トゥルーにして、キャンエンタートランジションにつなぎます。ロコモーションに戻ります。オンラダー、アイドルをダブルクリックして開きます。ラダーが未使用状態であれば、アイドルに戻るようにします。変数ランニングラダー、ゲットノードを配置します。変数ランニングラダー、ゲットノードより、ノットブーリアンノードを配置します。キャンエンタートランジションにつなぎます。ロコモーションに戻ります。クライミングラダー、アイドルをダブルクリックして開きます。ラダーが未使用状態であれば、アイドルに戻るようにします。変数ランニングラダー、ゲットノードを配置します。変数ランニングラダー、ゲットノードより、ノットブーリアンノードを配置します。キャンエンタートランジションにつなぎます。ロコモーションに戻ります。オンラダー、クライミングラダーには、ラダー上で動いているのか停止しているのかを判断する必要があります。判断するための処理を作成します。16、サブンレートタイマー、BT ラダーキャラクターを開きます。ラダー上で動いているのか停止しているのかを判断するために、上り降りレートの差分を取得して判断します。レートは前進すれば増え続けます。更新すれば減り続けます。0.05 秒おきにレートを抽出して比べます。
レートの差分がプラスであれば、ラダー上を前進しています。またはレートの差分がマイナスであれば、ラダー上を更新しています。レートの差分が0であれば、レートの増減がなければ、停止しています。カスタムイベント EV ディファレンスレートタイマーを作成します。上り処理が開始すると、カスタムイベント EV ディファレンスレートタイマーが実行されるようにします。上り処理の最後、上りアニメーション切り替えにカスタムイベント EV ディファレンスレートタイマーをつなぎます。セットタイマー by ファンクションネームノードを配置します。カスタムイベント EV ディファレンスレートタイマーにつなぎます。ファンクションネームに、この後作成するカスタムイベント EV ディファレンスレートを記入します。タイムを 0.05 にします。ルーピングを true にします。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前をディファレンスレートタイマーにします。降りる処理の時にタイマーが停止するようにします。降りる処理の最後、降りるアニメーション切り替えにタイマー停止処理をつなぎます。変数ディファレンスレートタイマー、ゲットノードを配置します。変数ディファレンスレートタイマー、ゲットノードより、クリア&インバリデートタイマー by ハンドルノードを配置します。降りるアニメーション切り替えにつなぎます。0.05 秒おきにサンプルレートを取得します。カスタムイベント EV ディファレンスレートを作成します。フリップフロップノードを配置します。カスタムイベント EV ディファレンスレートにつなぎます。フリップフロップノードは A 出力と B 出力を交互に繰り返します。変数レート A、フロート型を作成します。変数レート B、フロート型を作成します。変数レート A、レート B、フロート型は差分で使うレートのサンプルです。変数レート A、セットノードを配置します。変数レート、ゲットノードを配置します。変数レート A、セットノードにつなぎます。フリップフロップノードの A ピンにつなぎます。変数レート B、セットノードを配置します。変数レート、ゲットノードを配置します。変数レート B、セットノードにつなぎます。フリップフロップノードの B ピンにつなぎます。レイト A からレイト B を引き算して差分を出します。変数ディファレンスレイト、フロート型を作成します。変数ディファレンスレイト、フロート型はサンプルレイト A とサンプルレイト B の差分です。変数ディファレンスレイト、セットノードを配置します。変数レート A、ゲットノードを配置します。変数レート A、ゲットノードよりサブトラクトノードを配置します。変数レート B、ゲットノードを配置します。サブトラクトノードにつなぎます。サブトラクトノードを変数ディファレンスレイト、セットノードにつなぎます。変数レート A、セットノードにつなぎます。また、変数レート B、セットノードにもつなぎます。一旦コンパイルして保存します。ラダーアニメーションを停止するのか動かすのか判断するため、ディファレンスレートをアニム BP に通知する BPI 関数ディファレンスレートを作成します。BPI ラダーアニムを開きます。プラス追加、関数、新規関数を BPIF ディファレンスレートにします。インプットのプラスをクリックして、変数ディファレンスレート、フロート型を追加します。コンパイルして保存します。ディファレンスレートをアニム BP に送ります。BP ラダーキャラクターを開きます。コンポーネントパネルより、メッシュを配置します。メッシュより、ゲットアニムインスタンスノードを配置します。ゲットアニムインスタンスノードより、BPIF ディファレンスレート、メッセージノードを配置します。変数ディファレンスレート、セットノードにつなぎます。ディファレンスレートピンをつなぎます。コンパイルして保存します。17、アニメーション切り替え条件の設定。続き、ABP ラダーを開きます。関数 BPIF ディファレンスレートを実装します。マイブルプリントパネル、インターフェースに、作成した関数 BPIF ディファレンスレートが追加されています。関数 BPIF ディファレンスレートを右クリックして、イベントを実装します。イベントグラフにイベント BPIF ディファレンスレートノードが配置されます。ディファレンスレートピンを右クリックして、変数へ昇格します。検証用として、プリントストリングノードを配置します。残りのアニメーション切り替え条件の設定を行います。アニムグラフ、ロコモーションに移動します。オンラダー、クライミングラダーをダブルクリックして開きます。
ラダーが使用状態かつ、ディファレンスレートが0でなければ、切り替わるようにします。変数ランニングラダー。ゲットノードを配置します。変数ランニングラダー。ゲットノードより、イコールノードを配置します。トゥルーにします。イコールノードより、アンドブーリアンノードを配置します。変数ディファレンスレート。ゲットノードを配置します。変数ディファレンスレート。ゲットノードより、ノットイコールノードを配置します。下のピンに 0.0 と記入します。アンドブーリアンノードにつなぎます。アンドブーリアンノードをキャエンタトランジションにつなぎます。ロコモーションに戻ります。クライミングラダー。オンラダーをダブルクリックして開きます。ラダーが使用状態かつ、ディファレンスレートが0であれば、停止アニメーションに切り替わるようにします。変数ランニングラダー。ゲットノードを配置します。変数ランニングラダー。ゲットノードより、イコールノードを配置します。トゥルーにします。イコールノードより、アンドブーリアンノードを配置します。変数ディファレンスレート。ゲットノードを配置します。変数ディファレンスレート。ゲットノードより、イコールノードを配置します。下のピンに 0.0 と記入します。アンドブーリアンノードにつなぎます。アンドブーリアンノードをキャエンタトランジションにつなぎます。ロコモーションに戻ります。ステートにアニメーションシーケンスを設定します。オンラダーステートをダブルクリックして開きます。コンテンツブラウザより、使用するアニメーションシーケンスをドラッグ&ドロップします。リザルトにつなぎます。ロコモーションに戻ります。クライミングラダーステートをダブルクリックして開きます。コンテンツブラウザより、使用するアニメーションシーケンスをドラッグ&ドロップします。リザルトにつなぎます。シークエンスプレイヤーを選択します。詳細パネル、設定、ループアニメーションを有効にします。ロコモーションに戻ります。コンパイルして保存します。レベル上の BT ラダーを選択します。詳細パネル、デフォルト、ラダープレイレートで移動速度を 100.0 にします。起動してみましょう。アニメーションが再生されるようになりましたね。18、SM ラダーの作成。ラダー用のスタティックメッシュを作成します。アクターを配置、ジオメトリ、ボックスを配置します。詳細パネル、トランスフォーム、スケールを 0.03 にします。ボックスブラシを複製して、上に積み上げます。4個積み上げて5個にします。中心から横に8個並べます。積み上げた5個のボックスブラシを複製して対向側に持っていきます。ボックスブラシをすべて選択します。詳細パネル、ブラシセッティング、スタティックメッシュを作成をクリックして、ブラシをスタティックメッシュにします。作業フォルダを選択します。スタティックメッシュを作成をクリックして、スタティックメッシュを作成します。コンテンツブラウザにスタティックメッシュが作成されます。作成したスタティックメッシュを開きます。マテリアルスロットに好みのマテリアルをセットします。保存して閉じます。19、ラダー用スタティックメッシュを実装。スプラインの長さに合わせて、ラダー用スタティックメッシュを実装します。BT ラダーを開きます。コンストラクションスクリプトに移動します。シークエンスノードを配置します。スタティックメッシュのレンクスを取得します。変数メッシュレンクス、フロート型を作成します。変数メッシュレンクス、フロート型は、スタティックメッシュの長さです。変数メッシュレンクス、セットノードを配置します。コンストラクションスクリプトにつなぎます。変数スタティックメッシュ、スタティックメッシュ参照型を作成します。変数スタティックメッシュ、ゲットノードを配置します。インスタンス編集可能を有効にします。変数スタティックメッシュ、ゲットノードより、ゲットバーンズノードを配置します。リターンバリューを右クリックして、構造体ピンを分割します。ボックスエクステンドより、マルチプライノードを配置します。下のピンをフロート型にします。下のピンに 2.0 を記入します。出力ピンを右クリックして、構造体ピンを分割します。Z 軸のレンクスを取得したいので、Z ピンを変数メッシュレンクス、セットノードにつなぎます。スプラインにスタティックメッシュを複数配置するためにフォーループノードを配置します。変数メッシュレンクス、セットノードにつなぎます。インデックスを右クリックして、変数へ昇格します。ループボディにつなぎます。
スプラインの長さをスタティックメッシュの長さで割ってスタティックメッシュ数を取得します。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットスプラインレンクスノードを配置します。ゲットスプラインレンクスノードより、ディバイドノードを配置します。変数メッシュレンクス、ゲットノードを配置します。ディバイドノードにつなぎます。ディバイドノードをフォーループノードのラストインデックスにつなぎます。スタティックメッシュを取得します。アドスタティックメッシュコンポーネントノードを配置します。変数インデックス、セットノードにつなぎます。リターンバリューより、セットスタティックメッシュノードを配置します。変数スタティックメッシュ、ゲットノードを配置します。ニューメッシュにつなぎます。スタティックメッシュの位置を取得します。コンポーネントパネルより、スプラインコンポーネントを配置します。スプラインコンポーネントより、ゲットロケーションアットディスタンスアロングスプラインノードを配置します。ゲットロケーションアットディスタンスアロングスプラインノードは、ディスタンスにあたるスプライン上の位置を取得します。メッシュレンクスをインデックス数分加えることでディスタンスを取得します。変数インデックス、ゲットノードを配置します。変数インデックス、ゲットノードより、マルチプライノードを配置します。変数メッシュレンクス、ゲットノードを配置します。マルチプライノードにつなぎます。マルチプライノードをディスタンスにつなぎます。コーディネートスペースはローカルにします。リターンバリューを右クリックして、構造体 P を分割します。スタティックメッシュの位置を調整します。アドスタティックメッシュコンポーネントノードのリラティブトランスフォームより、メイクトランスフォームノードを配置します。ロケーションを右クリックして、構造体 P を分割します。ゲットロケーションアットディスタンスアロングスプラインノードのリターンバリュー X をロケーション X につなぎます。リターンバリュー Y より、アドノードを配置します。下のピンに、マイナス 50.0 を記入します。アドノードをロケーション Y につなぎます。リターンバリュー Z より、アドノードを配置します。下のピンに 25.0 を記入します。アドノードをロケーション Z につなぎます。メイクトランスフォームノードのローテーションを、X、マイナス 90.0、Y、0.0、Z、90.0 にします。コンパイルして保存します。レベルに配置した BP ラダーを選択します。詳細パネル、デフォルト、スタティックメッシュにラダー用スタティックメッシュを指定します。レベルにラダー用スタティックメッシュが表示されましたね。起動してみましょう。設定ファイル。なんとか作れましたね。ラダーのメッシュも曲線を描くようにしたいですね。ラダーを実装するメリットは、垂直移動のシンプルな手段。はしごがあるとプレイヤーは直感的に上下に移動できることを理解します。スペースの節約。はしごはエレベーターや階段に比べて設置に必要なスペースが少なく、狭いエリアでも有効に利用ができます。レベルデザインの多様性。エリアを複数の高さに設計することができ、
プレイヤーに多層的な空間を提供します。戦略的要素。プレイヤーが敵を避けるためや高所から狙撃するために使用することができ、戦略の幅が広がります。簡単な実装。はしごは他の移動手段に比べて実装が比較的容易であり、リソースを節約できます。リアリズムの向上。現実の建物や環境に自然に存在するアイテムとして、ゲームのリアリズムを向上させます。スキルの強化。はしごを登る速度や方法を習得することで、ゲーム内のプレイヤースキルの一部として活用できます。アクセシビリティ。プレイヤーがはしごを手に入れることで、高所へのアクセスが容易になり、探索エリアが広がります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。